皆さんこんにちは、みすずです。そろそろバレンタインシーズンになりますね。今年はどんな楽しみ方をしようかなと考えるこの時期が一番好きです。今日は材料2つで作る一番手軽でかつ美味しいガトーショコラをご紹介します。しっとりどっしり濃厚なカカオの風味でチョコレート好きさんにはたまらない美味しさがありますよ。小麦粉なし、米粉なし、卵とチョコレートのみで作ります。使うチョコレートは低糖質チョコレートや低 GI チョコレートでもいいので、ダイエット中も罪悪感なく楽しめますよ。今日もぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。さて本日使用するチョコレートですが、せっかくなので3種類のチョコレートを使って焼き比べをしてみようと思います。低 GI チョコレートを2種類、ココナッツシュガーのチョコレートとアガベシュガーのチョコレート、そして3つ目は普通のお砂糖の入ったチョコレート。スーパーなどで手軽に購入できる一般的な板チョコレートを使用します。お菓子作りにおけるお砂糖の役割は、甘みをつけるのはもちろん、生地をふわーっと柔らかくさせて大きく膨らませ焼き色をつけるという3つの作用があります。そのため低 GI チョコレートで作ったガトーショコラは少し硬い食感にはなりますが、たっぷりのチョコレートの濃厚な風味が楽しめますよ。今日の流れ3ステップ。まずは下準備。チョコレートを溶かしてケーキ型にオーブンシートを敷き込んでオーブンは余熱を入れておきます。次に生地を作ります。卵黄卵白に分けて卵をそれぞれ泡立てて溶かしたチョコレートを加えて混ぜます。最後に焼きます。オーブンでしっとり焼き上げたら出来上がり。このケーキは翌日翌々日まで置いた方が格段に美味しくなるので、焼きたてを食べたいなと思ってもちょっとだけ我慢してみてください。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ6分の1量、6つにカットしたケーキ1切れ分の栄養素、アガベチョコレートを使用した場合で計算しています。詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。チョコレート 150g に卵3個。卵は殻付きで62から 65g ぐらいのものを使用しています。一般的な板チョコレートは1枚がだいたい50から 80g なので約3枚使用します。では作り方を説明します。まずはチョコレートを計量しましょう。細かく砕いてあげた方が溶けやすいので、もし面倒でなければ包丁で刻んでください。私はこのまま手でバキバキ折って計量していきますね。まずはココナッツシュガーのチョコレートから。ダークチョコレートなので少し苦みがあります。ポキポキと折って加えましょう。このココナッツシュガーのチョコレートは薄いのですごく溶けやすいです。続いてアガベシュガーのチョコレート。こちらも適当に割って計量しましょう。このチョコレートは少し厚みがあるので、なるべく細かく砕いてあげた方が溶けやすいです。同じように 150g 計量します。最後に普通の板チョコレートですね。今回はガーナを使っていますが、どんなチョコレートでもいいですよ。チョコレートを溶かしましょう。フライパンにお湯を沸かして火を止めます。この中に新品の布巾か厚手のキッチンペーパーを入れます。その上にボウルを乗せましょう。チョコレートは50から60度ぐらいの高すぎない温度の湯煎にかけたいので、布巾を下に敷きました。このまま放置します。その間に型にオーブンシートを敷き込みます。15センチの丸型を用意してオーブンシートを少し長めにカットします。まずは底の部分を取りましょう。キッチンバサミで描いた線の内側をカットします。シートの敷き込み方ご存知の方はこの部分は飛ばして次の工程に移ってくださいね。余ったシートを使って側面を取ります。ケーキ型の側面よりも1センチほど長いところで切ってください。さらに下側を1センチ程度折ります。折った部分に斜めに切り込みを入れましょう。同じものをもう1枚取ります。この2枚の側面のシートを合わせて使用します。先に側面のシートを入れ、次に底のシートを入れます。これで敷き込みが完了しました。オーブンには天板を入れて170度に予熱しておいてください。では生地を作りましょう。まずは卵を卵黄卵白に分けます。
卵黄は大きいボウルに、卵白は小さめのボウルに入れます。卵黄は冷たくない方がこの後きれいに混ざりますが、卵白は冷たい方がきめ細かく泡立ちます。ただ卵を割ってからあまり長時間放置したくもないので、この辺りはあまり気にしないで大丈夫です。冷蔵庫出したての卵で問題ないです。卵白を泡立てましょう。卵白にはドローっとした濃厚卵白とサラッとした水溶卵白と2種類があるので、この全体をまずは均一にするようにコシを切ります。ドロッとしたところがサラーっとするまでコシが切れたら低速で泡立て始めましょう。ハンドミキサーを寝かせて羽全体を使うようにすると早く泡立ちます。全体がふわっとして少し角がゆるく立つ程度まで泡立てます。大きい気泡がボウルの側面にたまるので、最後に低速で側面に沿わせるようにかけて全体のキメを整えましょう。一旦冷蔵庫に入れます。同じ羽を洗わずに卵黄を泡立てます。ここで卵黄にしっかりと空気を入れるのがポイントです。空気が入っているとこの後で熱いチョコレートが入っても卵黄がガチッと固まるのを防いでくれます。チョコレートが溶けているかどうか確認しましょう。滑らかに溶けていれば OK です。このように滑らかに溶ければ問題ないのですが、チョコレートがうまく溶けなかった場合、湯煎の温度が高すぎたり、ボウルが小さすぎたり、水が入ってしまったり、あと混ぜすぎてしまったりするととろーりとうまく溶けてくれません。なのでチョコレートの溶かし方には注意してくださいね。ではチョコレートを卵黄のボウルに加えましょう。チョコレートは冷たいと固まってしまうので、ここは手早く混ぜてください。卵黄とチョコレートを均一に混ぜます。冷蔵庫に入れた卵白を取り出しましょう。泡立ててからしばらく時間が経つと泡が消えてしまうので、もう一度立て直してください。卵白の泡が消えないように、そしてチョコレートが固まらないように、ここから先も急いで混ぜていきます。泡立てたメレンゲの1/3量をチョコレートのボウルに加えます。チョコレートのボウルの中は少し硬いので、メレンゲを少し加えることによってボウルの中をふわっとさせます。卵白の筋が残らなくなるまで混ぜましょう。残りの卵白を再び立て直します。残った卵白の半量を加えます。今度は泡を消さないように混ぜましょう。マーブル状まで混ぜたらやめます。最後のメレンゲを立て直して全量を加えます。同じように泡を消さないように泡立て器でぐるぐるっと混ぜていってください。最後にゴムベラで底や側面をきれいに整えます。型に流しましょう。あまり触らないようにしながら流し入れます。ダスターの上でトントンと軽く空気抜きをして大きな気泡を取ります。予熱したオーブンに入れて焼きます。170度の電気オーブンで25分程度。お使いのオーブンによって焼き時間調節してください。竹串チェックして取り出しましょう。ふっくら美味しそうにできましたね。乾燥しないようにボウルをかぶせて冷まします。今お見せしたのがココナッツシュガーを使ったチョコレートのガトーショコラ。そしてこちらがアガベシュガーのチョコレートのガトーショコラです。作り方は全く同じなので割愛しますね。こちらもふっくら美味しそうに焼き上がりました。そして最後は一般的な板チョコレートを使ったガトーショコラです。こちらは高カカオチョコレートではないので、先ほどまで見てきた生地の色に比べると少し薄い色になります。こちらの生地が一番ふんわりと柔らかです。すべて同じように乾燥しないようにボウルなどをかぶせて冷ましてください。さて完全に冷めたら取り出します。ガトーショコラは出来たてよりも一晩二晩寝かせた方がしっかり美味しくなります。ラップに包んで冷蔵庫で一晩寝かせましょう。こちらが翌日の状態です。手前2つが低 GI チョコレート、右側がココナッツシュガー、左側がアガベチョコレートを使ったガトーショコラです。奥の色が少し薄くて高さのあるのが一般的な板チョコレートを使ったガトーショコラです。見た目は一番奥の普通のチョコレートを使ったガトーショコラが一番美しいかなと思います。あとはお好みでチョコレート使い分けてみてくださいね。ではカットしてみましょう。
このように手前の2つのガトーショコラは少し硬いです。板チョコレートをそのまま食べているような感覚の美味しさがありますよ。個人的にはこの濃厚な風味が好きです。断面も見てみましょう。こちらがココナッツシュガーのチョコレート。私の混ぜ方が悪いのかちょっと気泡が多く入ってしまいました。こちらがアガベシュガーのチョコレート。個人的にはこのアガベシュガーのチョコレートが一番好みでした。最後に一般的なチョコレートのガトーショコラ。ふわっとシュワッとしています。お子さんにも食べやすいのはこの普通のチョコレートのガトーショコラかなと思います。断面も綺麗ですね。ということでこんな形になりました。見た目ももちろん味も使うチョコレートによって全く異なってくるので、お気に入りを探してみるのも楽しいですよ。ちょっとフォークで切ってみますね。こんな感じで高カカオの低 GI チョコレートを使うと少し硬めにはなりますが、罪悪感なく食べられるガトーショコラができますよ。そして一般的なチョコレートを使うとこのようにふわっと柔らかです。お好きな味を試してみてください。ということで3種類のチョコレートを使った3つのガトーショコラが出来上がりました。一般的なチョコレートで作ると手軽ですし、ふわっと柔らかで家族みんなで食べられるガトーショコラになります。そして私の好きなのはアガベシュガーのガトーショコラ。このガトーショコラがカカオ風味が濃厚でどっしりとしていてとっても美味しかったです。見た目が好きなのはココナッツシュガーのガトーショコラですが、こちらのチョコレートの方がカカオ 75% で高カカオにはなるのですが、ちょっとカカオ風味が薄く感じました。私の好みはアガベシュガーのガトーショコラです。あなたのお気に入りもぜひ見つけてみてくださいね。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は材料2つで作る一番手軽でかつ美味しいガトーショコラをご紹介しました。使うチョコレートによって全く仕上がりが異なるので、お好きなチョコレートを探してみてくださいね。また詳しいレシピやブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。